EY では、多様性を、特定のマイノリティではなくてあらゆる違いというふうに、捉えております。学歴ですとか、職歴といったバックグラウンドの違いですとか、ワークライフスタイルといった物事の考え方の違いなど、目に見えない部分の違いも含めて EY での多様性と考えています。私は税務のプロフェッショナルを目指して税理士法人に入社をしまして、税務知識を蓄えるべく、業務に励んでおります。一口に税理士といっても、それぞれに得意分野があるだけではなくて、様々なバックグラウンドの方ですとか、物事の考え方をする人が、いらっしゃいますので、そういった自分と違った考え方をする方と、たくさん触れ合える機会があるというのは、社会人として成長していくだけではなくて、人として自分の考え方の幅が広がるという機会がたくさんあるんじゃないかなと考えています。私が一人の個人として尊重されていると感じた場面は、私が新しい M&A の提案をした時の話です。当時、一社のクライアントに注目して、その業界の流れだったりとか、その会社の戦略っていうのを自分なりに考えて、一つ M&A のコンセプトを考えてみました。そのコンセプトをですね、私のチーム、そして上司へ持ち込んだところ、上司、チームの皆さんも想像以上にそれを評価してくださり、実際にクライアントとのディスカッションに持ち込むことができました。アイディア自体は、そんなに木をてらったものでもなかったんですけれども、そういったアイデアを出してくれたこと自体がパートナーの方にとっても、ひょっとしたら嬉しかったように思っていて、こういったタイミングで個人として尊重されているなというふうに感じますし、そういった土壌が EY には根付いているのかなと思います。EY ではインクルーシブネスっていう文化を大切にしていると思っています。年齢が違ったりですとか、それこそ国籍も違うっていうような多様なメンバーで構成されているチームに所属をしています。今まで私は議論が苦手に感じていたんですけれども、上司の方が挑戦を後押ししてくれる、歓迎してくれる雰囲気がありますので、私自身の意見を表現した方が私の意見を受け入れてくださるので、徐々に苦手意識が薄れていきました。相互の理解が足りていないところもあったり、知見がなかったり、観点がないからこそ意見の衝突が起きてしまう。なぜ自分がそういう主張をするのかっていうところをはっきりさせることが大切と思っています。で、そういった議論を通して課題がクリアになっていって、論点がクリアになっていく過程があるのかなと思っていまして、それがすごく大切なことなのではないかと思っています。コロナの時に新しい働き方としてフレックス&リモート、フレリモというプロジェクトの PMO を担当しました。で、誰もが経験したことないような状況でしたので、そこでの働き方ですとか、どういったポリシーを作っていくかというのをですね、リーダーの方々と日々議論しながら作り上げていました。で、その中で私がですね、グランドルールというものを作った方がいいんじゃないかとメンバーに提案したところ、あるメンバーからはですね、あまり気乗りされず、そんなものはいらないんじゃないかというようなことがあって、意見の食い違いだったりですとか、対立みたいなものが構図が生まれました。その時に本音でぶつかり合って、こういうものが作りたい、こういうものを必要としていると意見を挙げて、で、そうすることによって反対してた方も真の私がやりたいことを理解してくれて、最後は一つのものにできたと感じています。皆さんいろんな意見がある中で、例えば自分が話したことに対して反対意見を言われた時に、ついですね、拒絶されたっていうような思いになることもあると思うんですが、それは拒絶ではなくて、ただ、アプローチが違うだけ、その人が考えていたことが少し表面的に違うだけなので、まずその人が心の中で本当の意味で何を達成したいと思っているのか、そういうものをしっかり理解し聞き出そうということを努めています。その先に必ず共感し合えることがあって、でそうすればもう共に作り上げるという競争はできると思ってますので、そういうプロセスを大事にしています。
コンサルタントのですね、価値の源泉というのは、いろいろなアイデアをですね、創造するという点にあると私は思っています。で、そこにおいて、やはり、新しい捉え方をするですとか、暗黙の前提を疑ってですね、新しい考え方をするというのは、非常に重要なんですけれども、その中で、いろいろな人とですね、意見をぶつけ合って、新しい視野を広げていくという、そういった点でですね、個人の成長があるなというふうに感じています。より良い社会を作っていくためには、よりですね、いろいろな人の多様な意見をですね、求めるということが重要で、単なる対立ではなくてですね、そこから消化させて、創造的な摩擦に変えていくということが、非常に重要だというふうに考えています。私たち人間なので、感情的になってしまうということが、一番良くないなというふうに思っています。そこはすごく、私も課題意識を持って、日々接するようにしています。そして、毎日反省の日々ですね。で、どういうふうに超えていくかということですが、3つありまして、1つはですね、相手が言っている背景の真を捉えて、そして配慮するということ。で、2つ目としてはですね、相手との最適な距離を尊重するということをすごく意識しています。で、3点目としてですね、これは思い切って経験値を超えるような意見を出していく、提案をしていくという、こういった3点がですね、課題を乗り越えるために求められることかなというふうに思っています。結果としてそれがささやかではあるかもしれないですけれども、より良い社会を作っていくという、そういった方向にですね、成長できるんじゃないかなというふうに私自身は思ってます。